ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、SixTONES 恋のバタリアン from キャノンボール2025、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ今月はですね SixTONES 強化期間ということで、11月上旬はですね SixTONES の歌声分析動画だったりリアクション動画をメインで公開してきました。で今回はですねライブ映像である恋のバタリアン、マキシマム・ザ・ホルモンさんのライブに SixTONES がゲストで参加したっていう形のライブ映像なんです。って言ってもね、多分この動画見てる方は恋のバタリアンのライブ映像を見てる方々だと思うんですけれども、僕はね今回初見だったので楽しみに見させていただいて歌声分析をしたわけですけれども、いや胸を打ち抜かれちゃいましたね。いや本当にかっこいい。ものすごくいろんな声を使っていましたし、何より僕がね今まで聞いたことがない歌い方だったり表現を使っていたかなっていうふうに思って、もう終始ね圧倒されっぱなしでした。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてつるさんのボーカルルーム SixTONES の歌声分析動画、そろそろ40本近く動画公開してると思います。それらをまとめた再生リストっていうものもご用意してあります。概要欄にそちら URL 貼っておきますので、気になる方はですねぜひチェックしてみてください。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力を伝える歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは早速 SixTONES 恋のバタリアン歌声分析 GO!なるほどね。ものすごく爽やかな曲ですね。なんか恋のバタリアンっていうタイトルを聞いて勝手なイメージ、なんかもっとこうゴリゴリした感じの曲かと思ったんですけど、すっごい爽やか。大好きですね、僕。で、この声なんですけど、加工がされていますよね。これ、音楽業界ではケロルって言われる加工です。ケロケロ言ってるような感じの音質の加工なんですけど、これ、音程修正をものすごくきつめにかけると、こういう音が出るんですよ。それをですね、うまく利用した音質の歌声ですね。もう一回聞いてみましょう。今回の恋のバタリアンはこういうケロる加工が結構されてんのかな。こうなってくるといつも通りの歌声分析っていう感じではなくなっちゃうんですけど、でも頑張ってねつるさんなりに歌声分析していこうかと思います。最初の I love you のところが京本さんで、その後からはジェシーさんが歌ってるって感じかな。でここはジェシーさんがメインということで、ジェシーさんの歌声についてなんですけど、今回のこの部分の声なんですけど、鼻のですね鼻腔共鳴の響きがメインかなっていうふうに思います。おそらく曲のこの爽やかな雰囲気に対して声質を合わせにいったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、ケロる加工もされていてものすごく爽やかな感じの声質になってますよね。次いきますよ。あ、バタリアンのところはみんなで歌ってんのか。そういうことね。で、その後、京本さんがソロで歌ったっていう感じの流れなんですね。ものすごく分析が難しいですね。やっぱり加工がされていると。ただ、今の京本さんの裏声のところ、ものすごくキラキラした感じになってましたよね。ここの声がね、僕ね、聞いていて、うっとりしちゃいましたね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。勢いはのあたりが裏声だったと思うんですけど、ここがね、恐ろしいほど綺麗でしたね。
で、京本さんの歌い方の癖として、鼻の中に声を通す歌い方、これをよく使うんですけど、そうすると声がものすごく綺麗になるんですよね。京本さんの歌声ってものすごく美しいじゃないですか。そこに繋がっていくんですけど、これがね、鼻腔共鳴っていう声の音色です。鼻声のニュアンスをちょっと歌声に混ぜて歌うみたいな、そういう感じの声の出し方。すごくそのね、声の美しさが際立っているポイントかなっていうふうに思います。次いきますよ。いいね。で、森本さんの声なんですけど、鼻の鼻腔共鳴と口の中の口腔共鳴、この2つが中心の歌声かなっていうふうに思います。鼻の鼻腔共鳴が声の音色のコントロール。で、口の口腔共鳴がですね、言葉の輪郭をはっきりさせるポイント。声の存在感がですね、大きくなるっていうか。だから今の森本さんのところの歌声、ものすごく歌詞が聞き取りやすかったと思うんですけど、その口の中の口腔共鳴、こちらが影響してますね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。ものすごく歌詞が聞き取りやすいですよね。声が加工されているにもかかわらず、歌詞がめちゃくちゃ聞き取りやすいですよね。口の中の響きをですね、前面に出したことが、この歌声につながっています。次いきますよ。お、かっこいい。美しい松村さんの裏声から無邪気な少年のようなコーチさんの歌声ですね。最近僕、コールミーを練習してるんですよ、ストーンズの。そこで今まで以上に松村さんの声の研究をしてるんですけど、そこで知ったのはですね、鼻の中に思っている以上に声を入れると、松村さんの声に近づくっていうことがね、知ることができたんですよ。で、ちょうどね、今の声が鼻の響きをですね、もう 98% ぐらい鼻の響きを使った声なんじゃないかなと思うんですけど、その声を使っていて、この声って思ってちょっとテンション上がっちゃいましたね。そしてその後のコーチさんの声は口の中の口腔共鳴が中心の歌声です。声の輪郭がものすごくはっきりしてますよね。もう一回聞いてみましょう。いいな。終わりやのところがね、ものすごく可愛いですよね。いやー、いい曲ですね。恋のバタリアン。次行きますよ。いいね、このギター。やばいね。この切れ味のある歌声ものすごいですね。全体的にですね、音を切ってるんですよね。プラス子音の発音をものすごく強く出して歌ってるポイントかなっていうふうに思います。もうリズム的なアクセントがですね、ものすごくかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。これはかっこいいですね。タタタラタタタみたいな。もうこのぐらいの子音の強さと音を切るスタッカートの強さ。この2つがないと、ここまでかっこいいフレージングにならないと思います。さすがジェシーさんですよね。次いきますよ。で、今のポイントは、子音の強さは変わっていないんですけど、スタッカートを使わなくなったって感じかな。A メロの前半で躍動感を出すためにスタッカートを使って、後半では声の勢いは変えないんですけど、前半に比べたらゆったりとした雰囲気を表現してるっていう。もう一回聞いてみましょう。で、上ハモリがコーチさんなのかな、今のポイントは。間違ってたらね、またストタンの皆さんコメントでフォロー解説お願いしますね。めちゃくちゃかっこいいですね。夏にものすごく雰囲気が合う曲調かなっていう風に思います。次いきますよ。うわあ、なるほどね。最初が京本さんで松村さんが歌って2人で一緒に歌うっていう流れか。京本さんのところはですね、いつも通り色気たっぷりな感じで、音の強さでのアクセントをつけて歌っていますよね。子音の強さじゃないんですよ。音量の大小で
躍動感を作ってるって歌い方ですね。そしてその後の松村さんのシャウトボイスめちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。この2人で一緒に歌うところ、僕ね、なんかね、嬉しくてニヤニヤしちゃいます。なんでかわかんないんだけど。別々に歌っていた2人がね、一緒に歌うっていうところにまた仲間の絆を感じてしまったのかな。ストーンズのね、このメンバー同士のチームワークね、僕大好きなんですよね。次いきますよ。うわっ、ここすごくないですか？田中さんのものすごい激しいラップっていいのかな？メロラップかな？こんな強い声なかなか聞けないですよね。で、いつもラップで使ってる音域よりも高めの音域を攻めてますよね。そこに対してシャウトボイスですよ。っていう感じの声。さっきね、松村さんも使っていた声なんですけど、激しすぎる。めっちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。やばくないですか？で、音域さっきちょっとって言ったんですけど、めちゃくちゃ高い音域で歌ってるんですよ。これ多分地声じゃなくて、ミックスボイスって言われる地声と裏声の中間の声で歌ってるんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。ミックスボイスでのシャウト、テクニックをね、2つも3つも使ってるような歌声でした。すごすぎる。次いきますよ。うわうわうわ。やばいね。みんな声がすごすぎますね。森本さんの声なんですけど、DJ のスクラッチみたいな音をイメージして歌っていたんじゃないかなっていうふうに思います、僕は。すごく個性的な歌声ですよね。で、その後に、コーチさんのストレートな歌声が来て、なんかどことなくホッとする感じがあるかなっていうふうに思うんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほらほら。いいね。で、やっぱりこうね、パートチェンジによるスピード感を表現するっていう歌。これストーンズならではですよね。毎回ね、このポイントが来るのを僕はね、楽しみに待ってしまっています。次いきますよ。今の声はすごく不思議な声ですね。まあ皆さんも聞いてわかると思うんですけど、加工がされている声だったじゃないですか、今の京本さんの声。で、僕が思う加工方法として2パターンあるんですけど、まず一つが、京本さん自身がものすごい高い裏声で歌っていて、その声がケロっている加工。で、もう一つが、ケロっているのは同じなんですけど、オクターバーって言われる自分が出した声の1オクターブ上、ドレミファソラシドの下のドが出してる音だったら、その1オクターブ上の音をですね、表現してくれる加工もあるんですよ。こういうのを総称してエフェクターって言うんですけど、僕の中でこれなんじゃないかなって思うのは、先ほど言ったオクターバーを使った音がケロっている。多分この加工なんじゃないかなって思います。すごくね、いい意味で特殊な可愛い感じの音色ですよね。もう一回聞いてみましょう。多分そうですね。みたいな感じの音の流れになってたんで、多分今の説明だと伝わりづらいですよね。歌で今の京本さんのフレーズの最後の音のフォールを表現すると、っていう風になだらかに音が下るんですけど、でも今のところは、みたいな感じで、音の一粒一粒の輪郭がですね、ある状態で音が下っていたんですよね。だから多分オクターバー使ってると思います、ここ。いや、今回のストーンズの歌声はエフェクターが満載ですね。こういう歌もいいですよね。いつもと違った雰囲気を感じれて。次いきますよ。ここでエフェクター解除で全員で力強い音圧の歌声なんですね。いやー、今回の歌声の表現の幅めちゃくちゃ広いですね。電子的な音質を使った歌声から始まって、で、今のところで生の地声を使った声の表現。いやー、聞いていて楽しいですね。次いきますよ。うわ
メインで歌ってるのは森本さんですよね。ちゃってみたいな、ものすごいかっこいい声でしたね。個人的に森本さんのシャウトボイスって聞くチャンスがあまりないかなっていうふうに思っていたので、今回ね、聞くことができて、しかもこんなかっこいい声だとは知らずに、ほんとすごいですね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。かっこいいなぁ。追っかけのところをみんなで歌うっていうのもね、ものすごくかっこいいですよね。いやー、最高だ。次行きますよ。サビの部分はほとんど森本さんがメインで歌ってるんですね。なるほどね。こういう風にサビをここまで一人で歌ってる楽曲って、僕はね、今回の恋のバタリアン以外聞いたことがないんですけど、他にもあるんですかね。あったらね、ぜひね、コメントで教えてください。めちゃくちゃかっこいいですよね。で、テンポがサビの部分、倍点って言って、その前のテンポの倍のテンポになってるポイントなんですよ。だからリズムの取り方もですね、サビだけまた違ったリズムの取り方をしなきゃいけなくて、この切り替わりが難しいポイントかなっていうふうに思うんですけど、完璧にリズムを捉えて、スピード感のある歌を表現してますよね。すごい。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。で、森本さんの声の出し方なんですけど、胸の胸腔共鳴の響きがですね、今回非常に多いですね。で、プラス少しだけ鼻の鼻腔共鳴の響きで、声の音色だったり、シャウトボイスを鼻でコントロールしてる。そんな感じだと思うんですけど、ほんと器用ですよね。次行きますよ。いいですね、この語り。でね、英語が流暢なジェシーさんだから、英語を喋っていてもかっこいい。で、うっすらシャウトで喋ってるので、それもまたね、かっこよさを倍増させてますよね。次行きますよ。いや、すごいね。勢いがすごいですね。もう走りながらですもんね。で、ここも語りみたいなポイントなのかな。もう言葉が楽器の一部になってバンド全体での勢いを表現してるみたいなポイントになってますよね。いやー、やばいですね。次行きますよ。あデスボイスとシャウトの掛け合いなんですね。いやー、そうそうそう。こういう感じをね、イメージしていたんですよ。恋のバタリアンっていうタイトルのその言葉的な雰囲気でね、ずっとこういう感じでいく曲なのかなって思ったんですけど、僕のイメージ通りのポイントがね、来ましたね。次行きますよ。曲のこの勢いの高低差がものすごく激しいですね。さっきまでものすごく激しいかと思ったら、ここではしっとりと京本さんが歌い上げるっていうポイント。地声と裏声を駆使してものすごく美しく仕上げてますよね。もう一回聞いてみましょう。で、ここの声なんですけど、いつもの京本さんのスタンダードな歌声よりも、口の中の口腔共鳴の響きをですね、多く使ってるかなっていうふうに思います。いつもよりも口を大きく開いて歌っているって感じかな。だから声がですね、ものすごく前に出てるんですよね。これがですね、すごいかっこいいですよね。次いきますよ。裏声と地声のところの言葉のニュアンスの変化を大きくするためにそうやっていたのかな。さっき言った口を大きく広げて歌っているっていう話。裏声のところは口腔共鳴の響きほとんど使ってないんですよね。鼻の鼻腔共鳴の響きを多めに使っていて、地声に戻したところで口腔共鳴の響きを多くしてるみたいな。裏声ではとことん美しくソフトに。地声のところではそれとは逆に強い声。多分こういった声質の変化を表現したくてそのようにしていたんじゃないかなっていうふうに推測します。すごいですね。次いきますよ。
うん。ここは3人で歌ってるかな。最初の I love you が森本さんで、バパパバタリアンのところはコーチさんが歌って、その後の歌詞のところはジェシーさんみたいな。このね、細かいパートチェンジがですね、ストーンズのいいところだっていうふうに僕は思います。かっこいい。もう一回聞いてみましょう。でやっぱりライブ映像だとこうイリュージョンみたいな感じでのこの煽りみたいな歌い方、ジェシーさんの得意なところだと思うんですけど、これもね僕好きですね。次いきますよ。うん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 。ラララララのところが裏声なんですね。やっぱり今回の京本さんは裏声のところは鼻中心で、地声のところは口中心みたいな感じで、声の音色をですね、はっきりと使い分けてる感じがします。もう一回聞いてみましょう。うん。この距離じゃのところは歌詞の一つ一つの言葉の輪郭がすごくソフトだと思うんですよね。その後の地声になったところはすごく言葉一つ一つの輪郭がはっきり聞こえるっていうか、全体的にケロってるからこそこういうところが分かりやすいですよね。次いきますよ。で、バタリアのところの人数がこうどんどん増えていくみたいな感じですね。今一瞬森本さんが歌の入りちょっと間違えたのは僕だけのせいでしたかね。もう一回聞いてみましょうか。ほらほらほら。おおみたいな感じになってましたよね。こういうところまで公開してくれるのがストーンズの良さですよね。逆に嬉しい。次いきますよ。うん。いい。うん。田中さんもものすごく綺麗な声で歌ってましたよね、今のところ。松村さんと同じような声の出し方を使っていたというか、鼻が中心の歌声ね。すごく裏声綺麗でした。もう一回聞いてみましょう。ほら。この田中さんの美しい裏声も僕ね、初めて聞いたかな。いや、感動です。で、こっから田中さんラップパートかな、行ってみましょう。かっこいい。いつも通りのかっこいい田中さんのラップ、いいですね。この力が抜けてる感じなのに、言葉の芯の強さだったり、リズムのコントロールでかっこよさを表現するっていうところがね、僕ものすごく好きですね。もう一回聞いてみましょう。超かっこいい。こうね、カツカツってこうなんか言葉が引っかかったようなニュアンスがですね、僕ものすごく大好きですね。次いきますよ。いいね。僕はね、ラップは専門ではないんですけど、やっぱり聞くのは好きで、田中さんのラップね、本当に大好きですね。そう、さっき、コールミーを練習してるって話したと思うんですけど、年内を目標にですね、SixTONES のコールミーの MTV アンプラグドのバージョンのコールミー、あれをですね、レコーディングして歌ってみた動画を出そうと思ってます。だからもしね、公開されたら見てみてくださいね。どのぐらいね、うまく歌えるかまだ全然わかんないですけど、そちらもよろしくお願いします。次いきますよ。コーツさんのこうね、少年のような声がね、やっぱりすごく聞いていて、ほっとしますよね。癒されるというか。口の口腔共鳴と少しだけ鼻の鼻腔共鳴使ってるんですよね。で、鼻の鼻腔共鳴のコントロールの仕方で、声の音色をですね、いろいろコントロールできるんですよ。多分コーチさんのもともと持っている地の声の影響っていうのもものすごく大きいと思うんですけど、それプラス鼻で声質をコントロールしてすごく心地のいい少年のような歌声作り出してんじゃないかなっていうふうに推測します。もう一回聞いてみましょう。
かっこいいかっこいい。いいな、やっぱライブ映像ですよね、ストーンズはね。すいません、今回声がね全体的に加工されてるっていうのもあるんですけど、もう半分以上ごめんなさい、リアクション動画になってしまってます。可能な限り歌声について分析してね、皆さんにお伝えしていくのでご了承ください。次いきますよ。いい。で、なんか、コーチさんの歌い終わりの音がすごく激しくなりそうな感じがあったんですけど、こっからまた、ものすごくゴリゴリ系な感じになるのかな？行ってみましょう。やっぱり、うわやばいね。で、こういう激しい声を使う時の松村さんの声っていうのは、声の響きのポイントもやっぱり変化していて、胸の胸腔共鳴の響きがですね、メインになってるんですよね。で、柔らかいソフトな声の時は、ほぼ鼻みたいな。そういう感じで使い分けて声をコントロールしてるんですけど、今回のこの声もね、めちゃくちゃかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。すごいですよね。柔らかい声はものすごく天使のような美しい歌声なのに、激しいところはとことん激しい。こんなに表現の幅が広い歌い手ってなかなかいないですよ。ほんと尊敬します。次いきますよ。うわ、やばい。最後のハイトーンシャウトね。あ、ごめんなさい皆さん。シャウトの説明していなかったですね。シャウトとシャウトボイスって違うんですよ。シャウトボイスっていうのは、この、っていうこの声の種類。シャウトっていうのは、ヤーオとか、こういう、要は本当に叫ぶような歌唱法っていうんですかね。テクニック名がシャウトボイス。歌唱法がシャウトみたいな。名前似てるんですごくね、区別がつけづらいんですけど、今のところのシャウトはですね、この、ワーオってやつ、松村さんのやばかったですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、ここ。どうかしてのところがハイトーンシャウトですよね。これアメリカンヘビーメタルのボーカリストとかはこのぐらいの音域を使うんですよ。僕の10代後半から20代前半まではヘビメタ少年だったので、そういうね、ボーカルの歌をよく聞いていたんですけど、もうそういう声、今の松村さんの声はすごすぎる。次いきますよ。あ、熱い。うん、誰のデスボイスだ今の？誰だ？もう一回聞いてみましょう。京本さんかな？すごいですね。京本さんってデスボイスも出せるんですね。すごいなみんな。デスボイスっていうのは基本的にシャウトボイスを使うんですよ。このってやつ。これで低い音を出します。みたいな。で、そこで喉を広げるんですよね。あくびの喉。そうすると、っていう声が出るんです。この3つのポイントをですね、気をつけて歌うと、多分ね、皆さんもシャウトボイス使えるようになると思うんで、ぜひね、練習してみてください。次いきますよ。あ、こっからね、また語りが入ってくるわけだ。かっこいいね。展開がすごい。A メロ、B メロ、サビ、C メロとかの展開じゃないですよね。もっと多い。いろんなセクションがあって、もう常に新鮮な気持ちで曲を聴けますよね。続きいきますよ。うわー、かっこいい。最後の見ましたか皆さん？今ね、ごめんなさい。字幕が入ってるから分かりにくいと思いますけど、京本さんと松村さんのおでこがですね、こんな感じになってましたよ。くっついてました。めちゃくちゃロックですね。次いきますよ。すごいすごい。やばいね。ジェシーさん、どうなってるんですか？仰向けで寝て歌うだけでも大変なのに、上に
マキシマム・ザ・ホルモンのボーカルの方ですかね。乗られてますよね。それでも歌ってる。すごいね。次行きますよ。もう圧倒されてます、僕は。すごすぎる。これはなかなか聞けないし、なかなか見れないライブですよね。次行きますよ。ここでみんなでシャウトするんですね。これ実際会場で見たらものすごく圧倒されますよね。動画越しでももう圧倒されてますもん。すごいなぁ。ストーンズの本当に音楽の表現の幅が広いですよね。先ほど言った声の表現じゃなくて、いろんなジャンルを完璧に歌いこなしたり、素晴らしいパフォーマンスをしてくれるじゃないですか。ここがね、素晴らしすぎますよね。次いきますよ。ここでほら、またストーンと落ちたような感じのこのゆったりとした曲調になるっていう。ストーンズのメンバーもこれよく対応できますよね。いやーすごい。次いきますよ。やっぱ全員一緒にね、歌ったところがすごく僕は感動してしまいます。やっぱりね、こういった友情とかチームワークを感じるところにね、僕はね、感動してしまうんですよ。じゃあ次は最後のサビかな？行ってみましょうか。おう！あ、ごめんなさい、止めちゃった。イントロに戻るのかなと思ったら、もう歌い出しが始まってしまいましたね。ごめんなさい。じゃあ、行きますよ。最後は落ち着いた感じでエンディングに向かっていくっていう感じかな。でも最後にまた激しくなるのかな。そういう意味もね、含めて楽しみですよね。いきますよ、次。アコーディオンを弾いてる方がいましたね。僕、小学校の頃、学校でアコーディオンを弾いていたんですよね。なんか、その地域のですね、器楽大会みたいなやつに出場するような学校で、そこで僕はアコーディオン担当だったんですよ。懐かしいなって思って。余談でした。次行きますよ。このぐらいのテンポ感僕好きですね。昔はね、激しいのも好きだったんですけど、最近は年を取ったせいか、こうゆったりした感じの曲を聴くことが多いです。でもそう考えると、恋のバタリアンってどの年齢層の方でも好きなポイントが必ずあるっていう感じの曲の構成になってますよね。そういう狙いでこういうアレンジにしたのかな？なんかそんな気がしますね。次いきますよ。あー、なるほどね。3段階でテンポが上がっていくんですね。最初のゆったりしたところから倍のテンポになってさらに倍のテンポになるみたいな。いや、聴いてる側としても心拍数上がってくるアレンジですよね。かっこいい。次行きますよ。あ、ここで終わりだったんだ。いいね。バンドならではの最後の煽りですよね。せっかくなんでね、最後まで見ていきますね。お邪魔しました。お邪魔しましたっていうことは、そっか、最初の登場シーンがありましたもんね。そうだね。ストーンズのライブじゃなくて、マキシマム・ザ・ホルモンのライブにゲストでストーンズが参加したってやつか。なるほどね。続きいきます。うわー、すごいなー。終わりか。終わりですね。いやー、めちゃくちゃすごかったですね。以上、ストーンズ恋のバタリアン歌声分析はここで終了です。いやー、すごい。本当にすごいですね。
ものすごいいろんな音楽ジャンルが一曲に集まったかのような楽曲、それが恋のバタリアンなんじゃないでしょうか。SixTONESのメンバーも皆さんいろんな声の表現をしていましたし、僕がね初めて聞くような声質もコントロールして歌っていて、もうね感激でしたね。そしてこの曲を歌えるっていうところがやっぱさすがだなっていうふうに思いました。今回もねテンション上がりすぎて汗をかいております。次回の SixTONES の動画はですね、同じくライブ映像でですね、こちらの歌声分析ではなくリアクションをですねしていきたいと思います。こっからは以前歌声分析動画を公開してありますので、もしまだ見てない方はですね、概要欄に URL 貼ってありますので、ぜひチェックしていただけたらなというふうに思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。